Enter FM Tokyo Music Creator 今夜のゲストはシオンの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介をお願いしてもよいでしょうか。はい、器楽奏者とボーカルの融合したユニットシオンです。よろしくお願いいたします。お願いします。お一人一人よかったら。はい、じゃあ私ボーカルのシオンです。よろしくお願いします。はい、ユーフォニアムとバストランペットのセイナです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで本日はボーカルのシオンさん、そしてユーフォニアム&バストランペットのセイナさんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。せっかくなので、この今東京ミュージックレーダーを聞いている皆さんにもう今日はシオンのことをいっぱい知ってもらおうと思うので、ちょっといろいろお話できたらと思うんですけれども、ありがたいです。まずこのシオンというバンド、バンドでいいんですよね。バンドで、どのような経緯で結成されたんですか？はい、こちらはですね、オーディションがあって、オーディションに合格した人がおめでとうございます。もうでも2017年ですよね。そうですよね。もうだから8年目になる。8年目になりますね。そうですね。8年前にじゃあオーディションで、それはどういうオーディションだったんですか？楽器とボーカルが別で募集されていて、本当にどんな楽器でもいいっていう感じで、クラシックの楽器が主だったんですけど、フルートとかバイオリンとかも募集がかかっていて、私はボーカルがやりたかったのでボーカルとして応募して歌を送ったりして、じゃあボーカルとしてオーディションに参加された。そうですね。セイナさんは後に加入されたメンバーでいらっしゃるんですよね。そうですね、私2018年に入ってるので、加入しました。その時はじゃあオーディションではなく、でもオーディションかな、常にメンバーは募集していて、そうなんですね。もともと知っていたんですけど、入りたいなと思って、応募しました。じゃあもう結構なんていうんですかね、メンバーの変遷が今までもあったっていうことなんですかね、シオンというバンドは。結構ありました。で一番最初のメンバーにシオンさんはいらっしゃってっていうことなんですね。面白い。でセイナさんはユーフォニアム&バストランペットってことですけれども、オーディションの時はユーフォニアムで参加されたんですか？ユーフォで私大学生だったんです当時。で、就職じゃないけどずっと音楽はやっていきたいし、UFO 奏者で UFO 演奏する方もあんまいないので、そうですよね。どういう形で活動しようかなって思ってて、でもずっと可愛いドレスだったり着物を着て演奏したいと思ってて、でその中でシーヨン当時はクラシックをポップスアレンジして楽曲を演奏してたんですよ。で私大学でクラシックを勉強していたので、そういうポップス風のアレンジの楽曲も面白いし、バイオリンフルートとかクラリネットとかがいる編成だったので、そういうところでもうみんな可愛くて、なんかスカート履いてピンヒール履いてる演奏団体を見て、私もこれでユーフォニアムやりたいなと思って見つけて入りたいと思いました。なかなか珍しいですよね。だってね、珍しかった。ユーフォニアムで重いですよね。重たいです。ライブ映像などもちょっと YouTube で拝見させていただいたりしたんですけれども、その楽器を持っていらっしゃる方々は、もう普通にね踊られていらっしゃるんですけれども、明らかに重たいよな。重たいです。でも私がシーヨン知った時はダンスなくて、そうなんですね。当時本当演奏団体でピンヒール履いて可愛い子たちが横揺れじゃないけど揺れて、サイドステップぐらいな感じで、本当にそういうレベルの可愛い子たちの演奏で歌うまくて演奏もうまくてって感じで見てたので UFO で入ったんですけど、徐々になんかダンス増えててそれ知ってたらもっと可愛い楽器で入りたかったんですけど大きいもんね。すごい重たいなみたいな。ちょっとでもその話はまた後ほどちょっと、パフォーマンスについて深掘らせていただきたいと思うんですけれども、お二人はじゃあ結成前からそれぞれ音楽活動はされていたということなんですかね。シオンさんはいかがだったんですか？私は5歳の時になんか歌手になりたいっていう気持ちが芽生えて、なんか父がすごく歌が好きで、家でもほんとめちゃくちゃ歌を歌ったんですよ。でも別に普通に。どういう歌だったんですか？
なんかその時にすごく記憶があるのは湘南の風さんの純恋歌。もうすごい結構明るめなお父さん多分全然普通にシステムエンジニアなんですけど音楽全然やってないんですけど、なんかお母さんはピアノとかもやってたりして、なんか音楽をやってほしいっていう思いがあって、多分私の名前シオンっていう音楽の音をつけてもらってるんですけど、それですごくちっちゃい時から歌が好きになって、一緒にお父さんとカラオケ対決とかをよくやってて、素敵ですね。5歳の時にのど自慢番組みたいなのを栃木に住んでたんですけど、その時に見て釘付けになってやりたいって出たいってなって、それで出演したのがきっかけで、そこから音楽やりたいってなっていろいろやってみました。出演されたのはおいくつぐらい？5歳です。5歳で出演されてすごい。5歳の時にでも全然なんかもう無表情で緊張しすぎていや緊張しますよね絶対ね。覚えられたっていう気持ちだけで出たんですけどそこからすごいなんかライブ活動をちょっとやってみたりとか、また小学5年生の時に同じ番組にもう一回出てとかでいろいろやってみました。それでまあ、最終的にこのオーディションを見つけてっていう感じで、そうだったんですね。せいなさんは UFO はいつから？小学6年生なんですけど、小4年生ぐらいの時からもう小学校で金管バンドクラブで金管楽器を始めてって感じですね。でも最初はピアノから始めてずっと音楽はやってます。クラシックピアノですか？そうです。じゃあ中学高校もずっと UFO そうです。中学は地元の中学がたまたま吹奏楽に力を入れてる学校で、本当に朝から晩でこう練習もだけど筋トレとかもあるようなこうスポーツっぽくやってて、そういうので多分音楽すごいずっと没頭してて、でそのまま高校も行って大学も行ってって好きでずっと続けてたって感じですね。素敵ですね。なかなかやっぱり私もどちらかというとその部活、私はギター部に入っていたんですけど、その部活のものをそのままその卒業してからもうなんなら職業にするってあまりない話ではあるじゃないですか。でも結構それって夢があるなって自分でも思ってて、なのでちょっとその話を聞いて、やっぱりその学生時代にちゃんと力入れてたものがちゃんとその後もつながっているっていうのは結構いい話ですよね。すごくね、なんか今部活頑張ってる子たちとかもなんかいやこれはどうせ部活止まりだよとか思わずに続けてほしいなって思いますよね。なんかね。ありがとうございます。せいなさん、そもそもじゃあちょっとユーフォニアムってどういう楽器なのかちょっとお伺いしたいんですけれども、今日はなんとそのユーフォニアムを持ってきていただいているということで、ちょっといろいろもしよかったら、ちょこっとだけ聞かせていただいたりとかできるんですか？いいですか？演奏させてください。ありがとうございます。ラジオで演奏するなんてねよく通ってるといいな音がなんかやっぱりね管楽器は音が大きいからちょっと席離れないとですよね。すごいかっこいい。大丈夫かな？ちょっと皆さんわかりました？今の曲一瞬すぎて今の曲はディズニーのジーニーがやってるフレンドライクミーっていう曲です。すごいかっこいい。嬉しい。やばい。なんか優しい音ですよね。なんかあったかい。ぐるぐる楽器がすごい太い感が長くたくさん巻かれてるので、柔らかくて太い音、でも芯がすごいあるっていうよりはなんかまろやかな、そうですね、包まれてる感じがしますよね。丸い音がします。結構難しいんですか？やっぱり吹くのってまずね、なんか音が出たらいい方みたいなこと言うじゃないですか。確かに。でもなんかジャズバンドのカルメラのゴーシさんっていう方はすごく私たちに縁のある方ですごく楽曲作ってくださったりとか指導していただくんですけど、ユーフォニアムがこんなに吹ける人はすごいっていつも言ってるんで、すごいんだ。一流プレイヤーなんだ。じゃあセイナさんはすっごいいつも褒めてるんですよ。セイナちゃんもすごいよって。でも軽やかでしたもんね。なんか
本当に初心者の意見だとやっぱり大きいし、その割となんていうんだまろやかだけど、まあ深めの音が出るじゃないですか。だからなんかそのゆっくり聞くような音のフレージングのイメージだったりするけれど、今みたいに本当に字に出てきそうななんか軽やかな感じで吹けるっていうのはやっぱすごいんですね。すごいんだと思います。なんかこういうバンドで多分 UFO いないからそうですよね。あとでもシーオンに入ってこういうジーニーっぽい、ジーニーっぽいなんか丸すぎない丸すぎない、なんかちゃんと映えるような音になった気がする。確かに、なんかソロとかもあるからやっぱりちゃんとなんかちゃんと目立つような音作り、ちょっと確かにね違いますもんね。溶け込んでいくのと目立っていくのとじゃ全然アプローチ変わりますもんね。はあ、ありがとうございます。ありがとうございます。それぞれの音楽のルーツについてもちょっとお伺いできたらと思うんですけれども、しおんさんはじゃあそのお父様の歌きっかけってことですよね。割とそのじゃあ純恋歌だったりそういった楽曲も歌ったりされてたんですか？そうですね、なんか結構そのちっちゃい時にそういう歌を歌える自分が嬉しくってなんかみんなにはドラえもんとか歌うんでしょって言われる年じゃないですか。そうですね、確かに。大人とカラオケ行くとそんなの歌うのって言われたのが多分すごい嬉しくってお父さんが歌ってる楽曲っていうか歌を一緒になって覚えて歌ってっていうのがすごい楽しくて。でもしおんちゃんすごい長いけどずっとちっちゃい時っていうか、私が知ってる頃とか昔の映像とか見ててもずっと歌謡曲とかそういうのがうまいし合ってるし、歌謡曲はなんかその元々のプロデューサーさんにすっごい歌わされて課題曲みたいな感じだったんですか？ずっとそればっかり、もう本当いろんな楽曲を。例えばどういった楽曲？テレサ・テンさんとか高橋真理子さんとかなんか深い曲ですね。覚えろって言って、でもすごい私も好きになって結構いろいろ勉強になりましたね。その方の意見はなんかもともとはそういう曲はなかなか知らなかったところだったので。そうですよね、年齢的にもね。シーオンでも異邦人をやってたりとか、そう結構ね、大人な曲歌ってるよね。夢芝居とか夏を諦めるとかシーオンでねアレンジしてやってたりとか。親世代もっと上かなっていうぐらいね。結構みんなにびっくりされますよね、ファンの方に。でも嬉しいですよね、きっとその年代のファンの方々絶対嬉しいですよね。それでそうなんですね。せいなさんはいかがですか？ルーツでも私本当に始めたのもピアノも近所のお姉さんがピアノ弾いてるのを聞いて帰り道とかすごいテンション上がってて、で私もこれやりたいとか、吹奏楽に入ってる先輩見て私も入りたいとか、あと楽器選ぶのもこの楽器可愛い人いっぱいいるからここ入りたいとかそういうなんか憧れとか好きで始めてるって感じですね。全部自分がやりたいって言って結構親だったりすごい応援して何でもやらせてくれる。素敵ですね。ユーフォニアムをされている方に可愛い方が多かったんですか？そうなんですよ。もともと UFO の前アルトホルンって楽器やってて、アルトホルンの先輩みんな可愛くて、でも私の中高の部活もなんか金管みんな可愛かった気がする。ありますよね。なんかありますよね。なんかちゃんとあるんですよ。弦楽器の子たちは結構みんなおしとやかで、ちゃんとなんかその楽器っぽい感じがあるんですよね、結構ね。で木管の子たちはなんか変な子が多くてなんかとかがありましたね。ごめんね、今聞いてる同級生ごめんねって感じですけどそういうのありましたね。それぞれが影響を受けたそのアーティストとかもやっぱりその楽曲の、例えばしおんさんだったらそのプロデューサーさんに教えてもらった方々の曲だったりするんですかね？でも私中学生の時に、部活の話になるんですけど、バトントワリング部っていうのに入っていて、中高一貫校で高校生も一緒にやってたんですよ。でその高校の先輩がすっごい好きになって、私もそれも可愛かったり、美人だったりとかで、でもすごい結構厳しい部活で上下関係も厳しいし、
全国大会に毎年行ってるみたいな部活だったんで、すっごい厳しい先輩がいたんですけど、その先輩のことがすっごい好きで、でその方がクリスティーナ・アギレラのバーレスクの曲の中のエクスプレスっていう楽曲を踊っていて、それでめっちゃくちゃ好きになっちゃって、その楽曲含めて、なんでバーレスクをすごい映画大好きになって、中学から割とアギレラさんに影響を受けてるなって思って、入っているんですね。すごい大好きです。でもなんか本当になんていうんですかね、そのしおんさんのお歌をそのライブ映像とかだったり、その楽曲で聴かせていただいてても、なんかその深みがなんかすごいある、なんて言ったらいいのかな、なんかいい渋さもあったりとかしてなんかこんなに可愛くてなんかときめく感じの女の子がこんな渋い歌を歌うなってすごい思ったんですよね。大人っぽいですよね。なんかファンの方にもセクシーボイスとか妖艶って言われてます。ただなんかそれがそのなんていうのか、その表面だけのセクシーじゃ全然なくて、なんかそうなんですよね。それをすごく思いました。可愛い照れてる顔がめちゃくちゃ可愛いんですけど。せいなさんはどうですか？やっぱりそういう UFO やってる時は、基本はでもそのなんていうんですかね、部活で指定された楽曲からだったりするんですよね。そうですね。はい。とかでもずっとやっぱクラシック聴いてたりとか、あと私吹奏楽とは別に自分なんかソロコンクールとかにも出てて、そういうのとかではすごい好きな演奏家の音とか曲演奏してる音を聞いて。なんか真似するみたいなのはすごいやってたので、一番楽しいし一番なんか上手くなる、なんていうのかな、早近道だったりしますよね。真似することが面白い、ありがとうございます。シェイオンの皆さんは、楽器演奏者とボーカルが融合したユニットっていうことで、ライブ映像とかでも最初にMC でね、そのしおんさんがそういう風に説明されていらっしゃる様子もちょっと拝見したんですけれども、ありがとうございます。稽古だったりリハーサルっていうのはどのように行っていらっしゃるんですか？でも個々でそのボイトレだったりとか、楽器の練習とかは個々で基本やっているんですけど、リハーサルとか、ダンスレッスンとかは、みんなで一緒にやっていて、なんかシーヨンってダンスのレッスンとか、ダンスのリハーサルもあるし、あと音楽リハーサルがあって、楽器つないでとか、こう音楽のスタジオに入る時とってダンスのスタジオどっちもありますね。じゃあ結構集まっていらっしゃいます？結構集まってるかもしれないです。どうなんだろう、他が分かんないですけど、週何ぐらいで？でもそんなことないか週2とかで、みんなで集まるのはそのくらいですかね。基本はじゃあレッスンがそれぞれあったりとかして。そうですね。ユーフォニアムは、そのユーフォニアムの先生がいらっしゃったりするんですか？そうです。はい。でも大学とかこう先生によって進路違ったりするので、結構いろんな先生に習ったりとか、クラシックで習ってる人とか、またポップスとかジャズだったりとか、そっか、違いますもんね、アプローチがまたね。そっか面白い、ありがとうございますでレコーディングとかはどう行われていらっしゃるんですか？レコーディングはボーカルと楽器で分かれてレコーディングしてますね。例えばその他の皆さんの楽器隊のそのフレージングとかはもうご自身で作られたりするんですか？そうですね、アレンジして作るとか、ソロとかも崩しながらっていうパターンもあるし、書いてくださることもあったり、バラバラいろいろありますね。曲によってね、なんか違うよね、毎回。どっちが先にレコーディングするとかあるんですか？でも楽器が多いけど、でもボーカルの時もあるし、あるんですね。なんかそれぞれなんだろう、こっちがアレンジ楽器が先にやっちゃうことによって入り込めるパターンもありますよね。あったり、あとはピアノとかこうデモに対して歌が感情を入れてくれたことによって、私たちここ出ていいんだとか、面白いもっとここをもっと演奏しちゃおうとかで、アレンジを後から加えるパターンのが面白くなったりすることもあるから、基本的には曲によってその都度吟味して、面白いなやっぱりそのなかなかない楽器ですからね、ちょっと。そうですね。
分どういうアプローチをしているのかっていうのはとても気になっておりました、でそのちょっと冒頭でもお話ししたかもしれないんですけど、そのライブ映像ね、その Spotify オーイーストでの、フェニックスというワンマンライブの映像をちょっと拝見させていただいたんですけれども、もうなんかやっていることが皆さんアスリート級な感じだなと思って、踊りながら演奏、もうただでさえまあもちろんその踊りながら歌うって今では割と一般でもないですけど、まあそういう方多いですけど、そもそも歌いながら踊るっていうこと自体結構その繊細な体求められるじゃないですか。その腹筋だったりとか、そのどうブレないように歌うかとか、それも伺いたいし、あんな大きな楽器を持ってなんか同じようにこうスウェイしてる感じで、これはなんか絶対筋トレ必要だろうみたいなところがちょっといろいろ見えまして、まずそのしおんさんはどういうそのライブに向けてのアプローチっていうのはどういう風にしてるんですか？でも筋トレはしてますね。筋トレしてなんかやっぱ結構ダンス割と激しい時も多いので、毎回その度にボイトレの先生にこういう曲でこういうダンスをするんですけど、ここどうしたらいいですかねとかはなんか結構細かく相談はしてますね。そしたらなんかこうごまかしてこうした方がいいよとかなんかこの動きの時にこう入れたらヘッドボイス入れたら歌いやすくなるよとか、そういう作戦ね。素晴らしいですね。ちょっとずつ私のグループも歌って、しおんさんほどではないけど、まあちょっとステップ踏んだりとか、踊る部分もあるんですけど、やっぱ結構そうブレるじゃないですか。でそのチェストで出すのかで、まあ、チェストまでじゃないけど、まあ、ちょっとミドルのちょっと高め要素多めで声を出したことの方がなんかそのお腹になんていうのかな、そのまあブレずに歌えるなとか、結構本当に繊細じゃないですか、でも確かに先生に相談しながらいけるっていうのは結構いいですね。なんか先生によってはそのダンスもうやめてもらいなとかあります言われたりするんですけど、私たちもそれでやめた振りとかもありました。そうですよね。そうだからちょっとダンサーさんにもちょっと相談しながらやってるよね。楽器もだしボーカルもちょっとここ上向いたら結構出ないかもしれないですとか言ってお願いしたりしながら、本当に緻密なそのね積み重ねによってライブを作られてるっていうことですね。すごいすごいぞ。すごい引き出してくれてありがたい。嬉しいよね。マジでとか言っちゃうけど本当に感動しちゃってかっこいいし、でなんかそれぞれもうちゃんと綺麗なんですよ。なんていうのかな、その作品のままでいらっしゃるのがなんかオタクっぽくなっちゃってますけど本当に綺麗だと思って。じゃあそのせいなさんはどうですか？筋トレしてますか？筋トレもしてます。パーソナルに行っていて使う場所だったりとか、あとはもうストレートに綺麗な体を作るとかだと、体に合わなくて、管楽器をやってることによって普通肋骨が開いちゃってるのってこう絶対ダメだから直すトレーニングとかするんですけど、もう肺活量だったり横隔膜がもうどうしてもとかなっちゃうから、そこは絶対縮めないトレーニングだったりとか、そう体の歪みも楽器によってどっちに重心かかるって絶対あるから、直したところで演奏しづらくなるとかだから、そういうのはちゃんと相談してこういう楽器をやってるからっていうので話して体作りはしてもらってますね。プロだな。素晴らしいです。すごいね。なんか私もパーソナル行ってるんですけど、もうすごい体をきれいにしたくて行ってるんで、それのことばっか考えてたんでやっぱり違いますよね、アプローチ。だって基本UFO の場合は基本どっちを右を向いて、そうですね、ベルが右斜めに出るので、どうしても体が右にひねってる、でもこう直そうとするともう見え方が変わっちゃうから、そういう意味ないし、やるだけ演奏に負担がかかるだけだから、そういう感じですね。でしかもその肺活量ってさっきちょっとおっしゃってましたけど、そのずっと演奏してらっしゃるわけじゃないですか。ゼーハーでも言ってないですよね。確かにしてますね、全然。本当ですか？本当に結構なんか息切れてたねってワンマンとかで言われるファンの人に。そうなんですか？しかもなんか曲と曲がそのセトリとかでね、その構成上すぐ行った方がその盛り上がる曲とかあるじゃないですか。そのすぐ行きそうな瞬間であれいつの間にか違う楽器持ってるみたいなことをされていらっしゃったりするから、あれはもう
ささっと言って。そうですね、もう秒でそうなんだよね。でもそこもすごい相談するよね。この楽曲、次の曲が次バストラだからとか、UFO だからとか、つなぎ難しいよね。難しい。だからライブによってはつなぎが絶対必要だけど開けたくないって場合は間の音作ってもらうとか、イントロをプラスしてね。だからそのライブによって結構見せ方を変えるようにとか、楽器に関しての変えるは結構みんなに相談してやってもらってますね。でもなんか本当にそういう計算というか、工夫されたものがあるから、本当にあのステージができるんだなと思って、めちゃくちゃ行きたくなりました。ライブ、ちょっと拝見させていただきたくなりました。それであんなかっこいいことしてて MC になった途端にみんなほわほわ可愛いからやだね、下手くそだね。違うそういう意味じゃなくて、本当はかっこよくしたいんですよ。そのまま失礼しました。でもなんかね、ギャップがすごいってすっごい言われます。いいことですよ、それは本当に。ライブに入るとおかっこいいと思ってもらえるけど、あれってカラーかとか言ってね、始まったらね、そうカラーあったんだって言われるよね。いや本当にすごいなと思いました。あとファンの皆さんとの一体感もやっぱりすごいし、なんかあのライブになんかしょっちゅう参戦してる皆さんはなんか眼福だし耳福だろうなと思って、しかもなんかすごいちょっとすごい個人的ななんか素敵だなって思ったことが、特に楽器隊の皆さんの衣装がちゃんとそのなんていうんですかね、例えばユーファベルは右にあるからってなった時の左側のここが綺麗に見えるような衣装になってるじゃないですか。すごいよく気づいてくる。ピアノの方とかもそのね後ろでずっとその晴れていらっしゃいますけど、その時のそのここの右側の見せるところとか、なんかすごく綺麗で、嬉しい。なんかすごい細かいところ、すいません、なんかアーティストっていうかその表に出る方だからこそ気づく、確かにそうかもしれないですけど、この瞬間とかでそのステージングとかもちゃんとそのピアノはやっぱ動けないからピアノを真ん中にして、彼女を真ん中にした5人の体型みたいな感じとか、なんかマジで作品だと思って、ちょっと興奮しながら拝見させていただいちゃったんですけど、そこまで見ていただいてごめんなさい、いっぱいなんかオタク的な早口になっちゃってないか心配ですが、ちょっとじゃあもうちょっとさ作品っていうかその制作についてもちょっと伺いたいんですけれども、せいなさんは一部楽曲の作詞も行っているというふうに伺ったんですけれども、その詩はどこからインスパイアを受けたりするんですか？でも今まで書いてる曲は作詞作曲、作曲が先で、楽曲が上がってから書くことが多いので、その曲とかメロディーとか使われてる楽器とかを聞いて、そのイメージの言葉とか風景とかをもう真っ白い紙にいろんな言葉を書き出すのから始めて、例えば水前の的っていう曲があるんですけど、それは最初から水前の的が出てきたっていうよりは、喉から手が出るほど欲しいものって意味なんですけど、そういう言葉がバーって出すっていうか、そういうのがあって、なんかこういうのをまとめたらなんて言うんだろうとかでどんどんこう紐付けしてって、この言葉を入れたいっていう入れたい歌詞をつなげて作ってるみたいな感じですね。もともと好きだったんですか？作詞だったりその言葉を書くというのは。特にですけどでも本読んだりとかなんかいろんな言葉のボキャブラリーが増えることは嬉しいので、そういうのからかな。勉強になります。勉強になりますね。すごいですね。じゃあ作詞をするときは、じゃあその曲を聴いて、そこからなんか自分でイメージをするっていうことですけど、なんかその時の決まったルーティーンとかってあったりしますか？全然ないです。もう本当にでも書こうと思うと書けない時もやっぱあるじゃないですか。そうですね。だから本当お風呂私すっごい入る時間めっちゃ長くて毎日入ってるんですけど、その時流したりとか、今書きたいっていう時じゃない時に出すようにしてて、だから日頃から、だから向き合うとか机に座って書くぞとかはあんまないから、ルーティーンはないかもしれないです。逆に言うとじゃあ日頃からちょっとポツリポツリと出てきたりするっていうことですね。面白い、ありがとうございます。しおんさんは逆にその、じゃあ曲が来た時になんかいつもその意識して
歌うなんかポイントってあったりするんですか？でも歌詞の意味をすごく大事にしたいなとは思ってるので、はい、なんかちゃんと歌詞が伝わる歌い方をしたいなと思ってて、歌詞と向き合って自分なりの解釈をして、それをなんかどう伝えるかっていうのをすごく考えて、言葉フレーズごとにこうやって歌ったら伝わるかなとかをすごく考えては歌っています。その曲ごとにライブの表情が全然違うというか、いろんな表情の引き出しを持っていらっしゃる方だなっていうふうにすごい思ったので、ちょっとその曲が来た時にどう歌おうと意識してるのかなってちょっと気になって聞いてみちゃったんですけど、なんかもう私は作詞全然なんかちょっと挑戦したことあるんですけど、全然できてないので、なんか来たものに対してすごく理解を深めようっていう気持ちはすごくあって、なんか言葉のフレーズってやっぱみんなすごく大事に作ってくださってると思うので、それをちゃんと伝えたいなっていう、なんか作ってくださった方のものをちゃんと伝えたいなと思って、その一言一言に対して表情とか、その顔っていうよりかはその声の表情とかをつけて伝えたいなと思っています。はい、それがすごく伝わってきました。映像だけでもはい、伝わってきました。ありがとうございます。